はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、今回はサラモニックから新登場の最新の MS ステレオショットガンマイク SG-MS1、こちらを紹介しようと思います。このマイクかなり面白いマイクで、音声をポイントで狙うショットガンマイクとしての性能っていうのを持ちながら、周囲の広がりっていうのもステレオで収録できる、汎用性抜群のマイクで、同様の機能を持つね、マイクと比較してもね、価格っていうのはかなり安いっていうこともあって、コスパに優れておすすめのマイクということなんですね。このマイクね、特徴的なのがね、この XLR での接続だけではなくて、3.5mm の接続にも対応しているっていうことで、XLR 接続する場合っていうのは、デコードすることによって、このステレオ幅っていうのを細かく調整することっていうのもできますし、3.5mm の、接続っていうのを選ぶと、ミラーレスカメラであったりね、小型のレコーダーなんかにも直接接続することっていうのができて、より手軽に MS のステレオ収録っていうのが可能になるということなんですね。で、今回のレビューでは、そもそも MS マイクとは何ぞやっていうところもね、簡単に説明しながら、このね、サラモニックの SG-MS1 の特徴ですね、他のマイクとはね、違った点なんかもね、紹介できればいいかなというふうに思います。で、まずね、MS マイクとは何ぞやっていう話で、この MS っていうのは M がミッドで S がサイドの略なんですね。一見するとこのショットガンマイクのように見えるマイクでありながら、2種類のマイクカプセルっていうのが入っていて、それが M と S、ミッドとサイドっていうことで、ミッドマイクっていうのはショットガンマイク的と言いましょうかね。主に正面の音ですね。カメラを向けている被写体の音っていうのをね、担当する部分で、映像に映っているものの音を取ることを得意とするマイクですね、ミッドっていうのは。いわゆるカーディオイドパターンってやつですね。単一指向性のマイクっていうのが M マイクということで、ここについているんですね。それとは別にサイドマイクっていうのもここのところについていて、これがMS マイクの特徴なんですけれども、相指向性ってやつで、英語なんかではね、この相指向性ってフィギュア8っていう風に言ったりしてね、エリオット・スミスなんかにもそういうアルバムあるんですけれども、この8の字型ですね、8の字型。このマイクで言うと、ここのところの8の字型。この左右の音っていうのを収録することができるマイクなんですね。ただし、この MS マイクっていうのがちょっとややこしい点っていうのは、このサイドマイクにあって、このサイドマイクっていうのは、この左右の音を取るんですけれども、それは左右別々のステレオチャンネルとして収録するものではなくて、左右の方向の違いっていうのを波形の曲線っていうのを反転させることによって、一本のモノラルとして収録するものなんですね。つまり左右っていうのをプラスマイナスに分けることで、一本のモノラルチャンネルにぶっ込むっていうような形で、なのでこのサイドマイクで収録した音声っていうのは必ず左と右ですね、ステレオに振り分ける必要っていうのがあるんですね。で、そのデコードする際に左側にはプラスを入れて、右側にはマイナスっていうのを入れることによって、左右のステレオを作り出すっていうのがこのサイドマイクの役割で、言葉にするとややこしく聞こえるんですけれども、難しく考えずに、ミッドマイクっていうのはショットガンマイク的にこの中央の音っていうのを拾って、サイドマイクでこの左右の広がりっていうのを収録するというふうに考えれば、大丈夫かなというふうに思います。で、このね、MS 方式ですね。この MS マイクの一番のメリットっていうのは、このステレオの広さですね。幅っていうのをね、任意に変えることっていうのができるんですね。なので、デコードする際に、このサイドの音っていうのを小さくすれば、自然とこの音っていうのが狭まるような形になって、逆にこのサイドっていうのを上げて、ミッドを落としてやると、このステレオ感っていうのがどんどん広がっていくっていう風な形で、こういう風に一本のマイクで収録した音声でありながら、いろんな使い方ができるっていうこともあって、こういったMS マイクっていうのは、主にロケであったり、ドキュメンタリーであったりだとか、あとイベント収録みたいな形でね、取り逃しができないような現場で、重宝されているマイクなんですね。そういうこともあって、MS マイクって、いくつか代表的なモデルっていうのがあって、一番有名なのがゼンハイザーの MKH418S っていうモデルなんですね。これは値段的にもね、25、6万円、30万円弱するかなり高いマイクなんですけれども、ショットガン的に使えるこのミッドマイクのカプセルっていうのが MKH416 と同じものを使っているっていうこともあって、ショットガンマイクとして使う場合っていうのは416と同じような音質になる MS マイクっていうこともあって、この MKH418S っていうのがMS
MS マイクの代表格というふうな形なんですけれども、それ以外でもオーディオテクニカから BP4029 っていうモデルも出ていて、これなんかは値段的に10万円弱ぐらいで買えるお手頃な MS マイクで、しかもこのオーディオテクニカの場合っていうのは、マイク側に簡易的なデコード機能っていうのがついていて、あらかじめね、ステレオ幅っていうのをね、ナローとワイドっていうふうな形で2つのパターンっていうのをスイッチすることができるんですね。なので汎用性が高い MS マイクとしてはオーディオテクニカのね、BP4029 なんかっていうのも人気で、あと最近出たマイクとしては、このチャンネルでも紹介して、僕も持っている Zoom の M3 マイクトラックですね。マイクっていうのは XLR の接続には対応していなくて、3.5mm の接続だけなんですけれども、代わりにマイク側にね、もうレコード機能ですね。32ビットフロートのレコード機能っていうのがついているお手頃 MS マイクという風な形なんですよ。今回紹介するこのね、サラモニックの SG-MS1 っていうのは、そのね、3つのマイクのいいとこ取りと言いましょうかね、その中間に位置するようなマイクで、5ピンの XLR で接続することもできれば、3.5mm を通して手軽に出力することっていうのもできますし、で、あとマイク側でこういう風にね、M マイク、MS サイドっていう風な形で、マイクのね、特性っていうのをここで切り分けることができたりだとか、で、あとここにローカットもついていて、で、あとね、他のね、MS マイクにない特徴としては、ここにね、USB-C の端子っていうのがあって、このマイクっていうのはバッテリーっていうのが内蔵タイプなんで、ここから充電することっていうのもできるんですけれども、これね、スマホとね、接続することができて、で、このアプリを使うことによって、ライトレフト LR のデコードっていうのがすることができて、任意のステレオ幅っていうのをアプリを通して設定することっていうのもできるんですね。なので、価格的に言うと、5万円台っていうこともあって、Zoom のね、M3 マイクトラックよりは高いんですけれども、オーディオテクニカのね、BP4029 なんかと比べると、だいぶ安く買えるんですけれども、機能的にもね、全然負けていないという風なモデルで、今から詳しくこのサラモニックの SG-MS1 見ていこうと思います。はい、じゃあまずね、これどういったものが入っているのかっていうのを紹介しようと思っていて、こういう風な箱っていうのはね、ここにあるんですけれども、こういう風なね、ちゃんと専用のケースっていうのがついてきて、で、こういう風な形で、説明書があったりですね、本体はここで、あと、ショックマウントっていうのもついていて、で、風防っていうのも、スポンジとこのモフモフですね、ウィンドジャマーっていうのもついていて、で、あとですね、各種のケーブルですね、カメラと接続する 3.5mm のケーブルであったりだとか、スマホと接続したり、充電する用の USB-C のケーブル、あとこの XLR のケーブルっていうのもついていて、これマイク側はね、5ピンの XLR で、レコーダーなんかと接続するところはこの3ピンの XLR が2つついているということですね。これここにちゃんとミッドとサイドっていう風に書かれていて、こっちのケーブルを通してミッドのロー信号っていうのが入って、こっちのケーブルを通してサイドのロー信号を受け取るという風な形です。で、あと他にもいろいろケーブルっていうのがあって、4ピンの 3.5mm のケーブルっていうのもあって、で、これライトニングのね、ケーブルっていうのもついているということなんで、少し前のモデルの iPhone でも使えるということですね。で、あと他に変換用のネジ穴っていうのもついているというふうな形です。これちゃんとね、ケースがついてくるっていうのもありがたいですね。こういうふうなね、サラモニック SG-MS1 MS ステレオプロフェッショナルマイクロフォン、フィルムインタビュー、Vlog ライブショートビデオっていうことで、ほんとね、MS マイクっていろんな環境で使えるモデルなので、こういうふうな専用のケースがついてくるということです。で、実際使うのはこの辺ということで、マイクそのもの、こういうふうな形ですね。で、マイクそのものの重さっていうのは、こういうふうな形で、89g ということで、かなり軽いモデルですね。なので、かなりね、全長っていうのも短いんで、カメラのね、オンカメラマイクとして使う場合なんかにも、蹴られたりすることはないかなというふうに思います。で、XLR で接続する際っていうのは、ここにね、見えると思うんですけれども、5ピンということで、この付属のケーブルっていうのを挿して、で、ここにね、M と S っていうふうに書かれているように、3ピンの3ピンのケーブルに分かれるというふうな形なんですね。なので、使用する際っていうのには必ず、このオレンジのミッド側っていうのをこの1チャンネルの方に入れる。で、ブルーのサイド側っていうのを2チャンネルの方に入れると
いう風になります。そうすることによってトラック1にミッドマイクでトラック2にサイドマイクと、それぞれ独立したモノラルトラックで収録することができるんですね。でこの状態ではこの2つは MS のロー信号っていう風に呼ばれていて、通常のね LR のステレオにはまだ変換されていないんですね。なのでこれデコードする必要っていうのがね必ずあって、その場合はソフトウェアですね、編集ソフトとしての MS デコーダーっていうのを使ってこの2つのマイクっていうのを LR に振り分ける、このサイドの方っていうのを LR に振り分けることによって、ステレオ感っていうのを作り出すのか、もしくはこういったレコーダーを通してMS にデコードすることっていうのもできるので、なのでソフトウェアでするのかそれともハードウェアでするのかの違いはあれ、この MS ローで収録した音声っていうのは必ずねデコードする必要っていうのがあるんですね。でこれがこの MS マイクっていうのが少し敷居が高かった点だとは思うんですけれども、ただこの SG-MS1 の場合っていうのは XLR だけではなくてこの 3.5mm のね接続にも対応したっていうこともあって、より手軽にこの MS マイクの特徴っていうのを活かしやすくなったということなんですね。で 3.5mm で接続する際っていうのはミラーレスカメラなんかにね直接この 3.5mm のケーブルで接続することっていうのができて、その際はこの用途に応じてですね、ここのねスイッチっていうのを回すことによってミッド MSサイドマイクっていうような形で、それぞれ3つの収録モードっていうのを選択できるようになっているんですね。でこの M モードっていうのはミッドマイクを中心とした、ショットガンマイク的なパターンで、この MS モードっていうのはこの M マイクと S マイクっていうのを両方使用したパターンですね。でこの S モードっていうのがサイドマイクを使用した左右の音っていうのを中心に収録してくれるパターンということもあって、3.5mm で使用する際はこの3つのパターンから選ぶことっていうのができるんですね。でここにね電源ボタンっていうのがあるわけなんですよ。ここ押しますね。長押しすると青くライトが光ったのがわかると思うんですけれども、このマイクっていうのはバッテリーが内蔵されていて、3.5mm で使う場合っていうのは必ずねこの電源をオンにする。XLR の場合はねファントム電源っていうのを受け取るんですけれども、3.5mm で使う場合っていうのはこの内蔵のバッテリーを使用して、電力供給を必要としないということなんですね。でここからUSB-C を接続してですね、スマートフォンと接続してみます。でこのサラモニックの専用のアプリケーションですね、サラモニックシステムっていうのを立ち上げると、こういう風な形で専用のアプリっていうのがね自動的に立ち上がるんですよ。でそうするとですね、例えばここのスイッチっていうのを変えますね。じゃんとこれ M モードにするとこういう風なカーディオイドパターンになって、ここで原因っていうのをねコントロールすることっていうのもできて、でこの MS 方式にするとここにですね MS と LR っていう風にね両方選ぶことができるんですね。でこの MS っていうのはこのミッドとサイドのマイクっていうのを両方使っているモデルで、この LR っていうのを選ぶとこのアプリケーションを通して LR でねデコードすることっていうのができるんですね。なのでその際はこのステレオ幅っていうのが50度からこういう風に140度まで任意で1度単位でこれを変えることができるんですよ。こういったステレオ幅の編集っていうのは XLR 接続した際にこの MS ローっていうのをねデコードするときなんかにこの辺の角度っていうのを選べるっていうのが普通だったんですけれども、この SG-MS1 の場合っていうのは 3.5mm の接続であってもこういったアプリケーションっていうのをね通すことによって細かくこのステレオ幅っていうのを選ぶことができるんですね。50度から140度までアプリケーションを通してデコードすることができるっていうこともあって、プロ向けの XLR 接続からより手軽なね3.5mm の接続であってもこういったステレオ幅の変更っていうのが簡単にできるようになったモデルということで、ではここからね実際このマイクで収録した音声っていうのを聞いていただこうと思います。まずは XLR 接続の MS ローですね。でこの場合はトラック1にミッドでトラック2にサイドっていうのがそれぞれ独立したモノラルとして収録されるということもあって、まずはミッドマイクの音声のみ聞いていただこうと思います。はい。ということで、ミッドだけの場合っていうのは一般的なモノラルショットガンマイクに近い音声という風になって、正面の音ですね。この正面の音っていうのを中心に収録して、左右の広がりっていうのはそんなにないということなんですね。次、このサイドマイクのみの音声っていうのを聞いていただこうと思います。
はい。ということでね、サイドマイクの場合はさっきも言ったように、こう、ステレオでね、LR には分かれていないっていうこともあって、ちょっとね、不思議なね、これはね、異常ではなくて、この MS マイクのこう、サイドマイクのこう、特徴なんですね。曲線っていうのを反転したものっていうのは、一つのモノラルマイクとして、収録しているために、そう聞こえるということで、で、こっからその MS ローで収録した2つの2トラックの音声っていうのをデコードすることによって MS 音声にしたものを聞いていただこうと思います。はい、こうなることによってね、この MS マイクの特徴っていうのが活かされるわけで、ミッドマイクで収録した中央の音っていうのもあれば、サイドのこう空間の広がりっていうのも同時にこう収録されているということなんですね。で、こっからそのステレオ幅っていうのを調整するために、このサイドのマイクっていうのを若干下げてみた音声っていうのを聞いていただこうと思います。今度は逆にこうサイドマイクを上げてミッドを落とすような音っていうのを聞いていただこうと思います。そうするとこれまでメインだったこの正面の音っていうのが弱まって、その代わりにこのサイドのね、周辺の音っていうのが立ち上がってくるのがわかるかなというふうに思います。こういうふうな形でXLR を通した MS ロー収録では、撮影後であったりだとか、あとはね、もしくはね、こういった、レコーダーを通してリアルタイムでね、このステレオ幅っていうのを変えることもできるんですけれども、そういうふうな形で一本のマイクでありながら映像に合わせた音っていうのを選ぶことができるようになるということです。で、今聞いていただいたものっていうのはこの XLR 接続でこのレコーダーに収録した音声ということで、次からこの 3.5mm 接続でカメラ側に直接収録した音声っていうのを聞いていただこうと思います。はい、テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。今、マイクから1メートルほど離れています。今、MS マイクにしました。で、マイクから約1メートルちょっと離れています。テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。今、2メートルほど離れています。テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、で、今、2メートルほど離れています。テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。今、3メートルほど離れています。テステステス、いかがでしょうか、いかがでしょうか。はい、で、今、3メートルほど離れています。いかがでしょうか、いかがでしょうか。ということで、3.5mm で使用する場合っていうのは、こっからですね、ショットガンマイク的なミッドマイクとサイドマイク。で、それを合わせた MS マイクということで、特にやっぱりこのショットガンマイク、M マイクと MS マイク、このね、両方をね、簡単に切り分けられる。これだけでかなり音の特徴っていうのが変わってくるのでね、この辺なんかはかなり使い勝手がいいかなというふうに思います。では最後にさっきも紹介したようにアプリでステレオ幅っていうのを変更して、マイク側でね、デコードした LR の音声っていうのを聞いていただこうと思います。という
いうことで、この場合はね、50度から140度というふうな形で、ステレオ幅っていうのを、変えることっていうのができて、で、これはね、アプリケーションは、一回このアプリで設定したモードっていうのがここに残るような形になるので、使い回しっていうのもすることができるということです。はい、ということで、このマイク、実はね、XLR と 3.5mm 以外でも、USB-C でカメラと接続することもできて、今はね、このマイク、USB-C で GoPro と接続しています。ということで、これ Vlog マイクとしてのね、性能っていうのをチェックしようと思っていて、今結構周りはね、セミが鳴いている状態なんですけれども、今はミッドマイクで収録しています。です。いかがでしょうかいかがでしょうか。はい。今は MS マイクということで、さっきのね、ミッドマイクにプラスして、この左右のサイドマイクも加えられているっていうことでね、だいぶ音に広がりが出たと思います。です。いかがでしょうかいかがでしょうか。今、MS マイクですね。はい。今、サイドマイクのみにしました。なのでね、今のマイクの正面に立っても声の芯というのは捉えられないと思うんですね。この左右ですね。この左右の音ですね。です。で、これがミッドマイク。ショットガンマイク的なね、単一指向性の音声ということです。いかがでしょうかいかがでしょうか。ということで Vlog 仕様でのチェックでした。はい、ということで、今回ね、ちょっと暑くてね、特に列車が通るような音っていうのを撮りたかったんですけれども、そういうところをね、なかなか収録することができなかったんで、また後日ね、このマイクで収録した音声のね、サンプルっていうのはこのチャンネルでね、紹介できればいいかなと思うんですけれども、このね、サラモニックの SG-MS1 を使ってやっぱり感じたね、最大の魅力っていうのは、さっきも言ったように、本格的なね、XLR を通した MS ロー収録もできれば、手軽にケーブル1本でカメラにも接続できる、この汎用性の高さですね。で、特にやっぱこの MS マイクっていうのは、取り逃しがね、効かない現場ですね。ロケであったり、ドキュメンタリーだとかね、そういった現場なんかでは、とりあえずこのマイクでね、撮っておけば、後からこのショットガンマイク的に使うのか、それとも環境音っていうのを強調するのかっていうような形で、編集段階でその映像に合った音声っていうのを作り出すことができるっていうのがやっぱりこの MS マイクの最大の特徴で、しかもこの SG-MS1 の場合っていうのは、それがXLR だけではなくて3.5mm でも使いやすくなったっていうこともあって、これだけのね、汎用性、多機能ぶりっていうのを考えると、それがね、この1本で完結するっていうのはかなり魅力的ですし、で、何よりもね、価格っていうのも5万円台ということで、この XLR の接続にもしっかりと対応している MS マイクとしてはね、かなりコストパフォーマンスの高いモデルだというふうに思いますので、気になる方はね、概要欄にリンク先貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、こんな感じで日々の撮影機材等も紹介しておりますので、もし気に入りましたら、インドチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。